芥川龍之介。目の粗いすだれが入り口にぶら下げてあるので、往来の様子は仕事場にいてもよく見えた。清水へ通う往来は、さっきから人通りが絶えない。根句をかけた奉仕が通る。壺装束をした女が通る。その後からは珍しく、雨牛に引かせた網代車が通った。それが皆、まばらなガマのすだれの目を、右からも左からも来たかと思うと、通り抜けてしまう。その中で変わらないのは、午後の日があったかに春をあぶっている狭い往来の土の色ばかりである。その人の往来を仕事場の中から何ということもなく眺めていた一人の青侍が、この時ふと思いついたように、主の据え物作るへ声をかけた。相変わらず観音様へ参詣する人が多いようだね。さようでございます。据え物作りは仕事に気を取られていたせいか、少し迷惑そうにこう答えた。が、これは目の小さい、鼻の上を向いた、どっかひょうきんなところのある老人で、顔つきにも様子にも悪気らしいものはみじんもない。着ているのは麻の片びらであろう。それに萎えたもみえ星をかけたのが、この頃評判の高い鳥羽僧正の絵巻の中の人物を見るようである。私も一つ日産でもしてみようか。こううだつが上がらなくちゃやりきれない。ご冗談で。なあに、これでいい運が授かるとなれば、私だって信心をするよ。日産をしたって三郎をしたって、そうとすれば安いものだからね。つまり神仏を相手に一商売をするようなものさ。青侍は年相応な上調子な物言いをして、下唇を舐めながら、キョロキョロ仕事場の中を見回した。竹やぶを後ろにして建てたわらぶきのあばら屋だから、中は鼻が使えるほど狭い。が、すだれの外の往来が目まぐるしく動くのに引き換えて、ここでは亀でも兵士でも、皆赤茶けた瓦家の肌をのどかな春風に吹かせながら、100年も昔からそうしていたように、ひっそり感と静まっている。どうやらこの家の胸ばかりは、ツバメさえも巣を食わないらしい。翁が返事をしないので、青侍はまた語を継いだ。おじいさんなんぞも、この年までには随分いろんなことを見たり聞いたりしたろうね。どうだい、観音様は。本当に運を授けてくださるものかね。さようでございます。昔は折々、そんなこともあったように聞いておりますが。どんなことがあったね。どんなことと言って、そう一口には申せませんがな。しかしあなた方は、そんな話をお聞きなすっても、格別面白くもございますまい。かわいそうに。これでも少しは信心気のある男なんだぜ。いよいよ運が授かるとなれば、明日にも。信心気でございますかな。商売気でございますかな。翁は目尻にシワを寄せて笑った。こねていた土が壺の形になったので、やっと気が楽になったという調子である。神仏のお考えなどと申すものは、あなた方くらいのお年では、なかなかわからないものでございますよ。それはわからなかろうさ。わからないからおじいさんに聞くんだね。いやさ、神仏が運をお授けになる、ならないということじゃございません。そのお授けになる運の良し悪しということが。だって、授けてもらえばわかるじゃないか。いい運だとか、悪い運だとか。それが
どうもあなた方には、ちとお分かりになりかねましょうて。私には運の良し悪しより、そういう理屈の方がわからなそうだね。日が傾き出したのであろう。さっきから見ると、往来へ落ちる者の影が心持ち長くなった。その長い影を引きながら、頭に桶を乗せた物売りの女が二人、すだれの目を横に通り過ぎる。一人は手に宿への土産らしい桜の枝を持っていた。今、西の位置で、海その店を出している女なぞもそうでございますが。だから私はさっきからおじいさんの話を聞きたがっているじゃないか。二人はしばらくの間黙った。青侍は爪で顎のひげを抜きながらぼんやり往来を眺めている。貝殻のように白く光るのは大方さっきの桜の花がこぼれたのであろう。話さないかね、おじいさん。やがて眠そうな声で青侍が言った。では、ご面を被って、一つお話申しましょうか。また、いつもの昔話でございますが。こう前置きをして、据え物作りの沖縄はおもむろに話し出した。日の長い短いも知らない人でなくては話せないような悠長な口ぶりで話し出したのである。もうかれこれ30、40年前になりましょう。あの女がまだ娘の自分に、この清水の観音様へ願をかけたことがございました。どうぞ一生安楽に暮らせますようにと申しましてな。何しろ、その自分は、あの女もたった一人のお袋に死に別れた後で、それこそ日々の暮らしにも差し支えるような身の上でございましたから、そういう願をかけたのもまんざら無理はございません。死んだお袋と申すのは元白手者の巫女で、ひとしきりは大層流行ったものでございますが、狐を使うという噂を立てられてからは、めっきり人も来なくなってしまったようでございます。これがまた白あばたの年に似合わずみずみずしい大柄なばあさんでございましてな。何様あの様子じゃ、狐どころか男でも。お袋の話よりはその娘の話の方を伺いたいね。いや、これはご挨拶で、そのお袋が死んだので、あとは娘一人の痩せ腕でございますから、いくら稼いでも暮らしの立てられようがございません。そこであの器量の良い利発者の娘がおこもりをするにもつづれゆえにあたりへ気が引けるという始末でございました。へえ、そんなにいい女だったかい？さようでございます。気立てといい、顔といい、手前の欲目では、まずどこへ出しても恥ずかしくないと思いましたがな。惜しいことに昔さね。青侍は色の冷めた愛の水管の袖口をちょいっと引っ張りながらこんなことを言う。沖縄笑い声を鼻から抜いてまたゆっくり話し続けた。後ろの竹やぶではしきりにウグイスが鳴いている。それが3、7日の間、おこもりをして今日が満願という夜にふと夢を見ました。何でも同じお堂に参っていた連中の中にセムシの坊主が一人いて、そいつがなんかタラニのようなものをくどくどつしていたそうでございます。大方それが
気になったせいでございましょう。うとうと眠気がさしてきても、その声ばかりはどうしても耳を離れません。とんと縁の下でミミズでも鳴いているような心持ちで、するとその声がいつの間にやら人間の言葉になって、ここから帰る道でそなたに言い寄る男がある。その男の言うことを聞くがよい。と、こう聞こえると申すのでございますな。はっと思って目が覚めると、坊主はやっぱりだらに三昧でございます。が、何と言っているのだか、いくら耳を澄ましてもわかりませぬ。その時、何気なくひょいっと向こうを見ると、常夜灯のぼんやりした明かりで、観音様のお顔が見えました。日頃拝み慣れた単言微妙のお顔でございますが、それを見ると不思議にもまた耳元で、その男の言うことを聞くがよい、と誰だか言うような気がしたそうでございます。そこで娘はそれを観音様のお告げだと一途に思い込んでしまいましたげな。はてね。さて、夜が更けてから御寺を出てだらだら下りの坂道を五条へ下ろうとしますと、案の定後ろから男が一人抱きつきました。ちょうど春先のあったかい晩でございましたが、あいにくの暗闇で相手の男の顔も見えなければ、着ているものなどはなおのことわかりませぬ。ただ振り離そうとする拍子に、手が向こうの口ひげに触りました。いやはや、飛んだ時が満願の夜に当たったものでございます。その上、相手は名を聞かれても名を申しませぬ。ところを聞かれてもところを申しませぬ。ただ言うことを聞けというばかりで、坂下の道を北へ北へ抱きすくめたまま引きずるようにして連れて行きます。なこうにもわめこうにも、まるで人通りのない自分なのだから仕方がございませぬ。ああ、それからとうとう八坂寺の塔の中へ連れ込まれて、その晩はそこで過ごしたそうでございます。いや、その辺のことなら何も年寄りの手前などがわざわざ申し上げるまでもございますまい。沖縄はまた目尻にシワを寄せて笑った。往来の影はいよいよ長くなったらしい。吹くともなく渡る風のせいであろう。そこここに散っている桜の花もいつの間にかこっちへ吹き寄せられて、今では雨落ちの石の間に点々と白い色をこぼしている。冗談言っちゃいけない。青侍は思い出したように顎のひげを抜き抜きこう言った。それでもうおしまいかい？それだけなら何もわざわざお話し申すがものはございませぬ。沖縄はやはり壺をいじりながら、夜が明けるとその男がこうなるのも大方すくせの縁だろうから、とてものことに夫婦になってくれと申したそうでございます。なるほど。夢のお告げでもないならともかく、娘は観音様のおぼし飯通りになるのだと思ったものでございますから、とうとうかぶりを縦に振りました。さて、
肩ばかりの杯ごとを済ませると、まず当座のようにと言って、塔の奥から出してきてくれたのが、綾を10匹に、絹を10匹でございます。この真似ばかりはいくらあなたにもちと難しいかも存じませんな。青侍はニヤニヤ笑うばかりで返事をしない。ウグイスももう泣かなくなった。やがて男は日の暮れに帰ると言って、娘一人を留守居に慌ただしくどこかへ出て参りました。その後の寂しさはまた一倍でございます。いくら利発者でも、こうなるとさすがに心細くなるのでございましょう。そこで心晴らしに何気なく塔の奥へ行ってみると、どうでございましょう。綾や絹は愚かなこと、珠玉とか砂金とかいう金目のものが川後にいくつともなく並べてあるというじゃございませぬか。これにはああいう気丈な娘でも思わず戸胸をついたそうでございます。ものにもよりますが、こんな宝を持っているからはもう疑いはございませぬ。ひはぎでなければ物取りでございます。そう思うと、今まではただ寂しいだけだったのが、急に怖いのも手伝って、なんだか片時もこうしてはいられないような気になりました。何様、悪く方面の手にでもかかろうものなら、どんな目に遭うかもしれませぬ。そこで逃げ場を探す気で、急いで戸口の方へ引き返そうといたしますと、誰だか川後の後ろからしわがれた声で呼び止めました。何しろ人はいないとばかり思っていたところでございますから、驚いたの、驚かないのじゃございませぬ。見ると、人間とも怠ともつかないようなものが、砂金の袋を積んだ中に丸くなって座っております。これが目腐れの、シワだらけの、腰の曲がった背の低い60ばかりの雨法師でございました。しかも娘の思惑を知ってか知らないでか、膝で前へ乗り出しながら、見かけによらない猫なで声で、初対面の挨拶をするのでございます。こっちはそれどころの騒ぎではないのでございますが、何しろ逃げようという企みを気取られなどしては大変だと思ったので、しぶしぶ川子の上に肘をつきながら、心にもない世間話を始めました。どうも話の様子では、このばあさんが、今まであの男の水師か何か務めていたらしいのでございます。が、男の商売のことになると、妙に一口も話しませぬ。それさえ娘の方では気になるのに、その尼がまた少し耳が遠いと来ているものでございますから、一つ話を何度となく言い直したり聞き直したりするので、こっちはもう泣き出したいほど気がじれます。そんなことがかれこれ昼まで続いたでございましょう。すると、やれ清水の桜が咲いたの、やれ五条の橋普請ができたのと言っているうちに、幸い年の加減か、
このばあさんがそろそろ居眠りを始めました。一つは娘の返答がはかばかしくなかったせいもあるのでございましょう。そこで娘は折を測って相手の寝息を伺いながらそっと入り口まで張っていって戸を細めに開けてみました。外にもいい塩梅に人の気配はございませぬ。ここでそのまま逃げ出してしまえば何事もなかったのでございますが、ふと今朝もらった綾と絹とのことを思い出したので、それを取りにまたそっと川子のところまで帰って参りました。するとどうした拍子か、砂金の袋にけつまずいて、思わず手がばあさんの膝に触ったからたまりませぬ。天のやつめ驚いて目を覚ますと、しばらくはただあっけに取られていたようでございますが、急に気違いのようになって、娘の足にかじりつきました。そうして、半分泣き声で、早口に何か喋り立てます。キレキレに言葉が耳へ入るところでは、万一娘に逃げられたら自分がどんなひどい目に遭うかもしれないと、こう言っているらしいのでございますな。が、こっちもここにいては命に関わるという時でございますから、もとよりそんなことに耳を貸すわけがございませぬ。そこでとうとう女同士のつかみ合いが始まりました。撃つ、蹴る、砂金の袋を投げつける。針に巣を食ったネズミも落ちそうな騒ぎでございます。それにこうなると、死に物狂いだけにばあさんの力も馬鹿にはできませぬ。が、そこは年の違いでございましょう。間もなく娘が綾と絹とを小脇に抱えて息を切らしながら塔の戸口をこっそり忍び出た時には、尼はもう口も聞かないようになっておりました。これは後で聞いたのでございますが、死骸は鼻から血を少し出して、頭から砂金を浴びせられたまま、薄暗い隅の方に仰向けになって寝ていたそうでございます。こっちは八坂寺を出ると、町家の多いところはさすがに気がさしたと見えて、五条京極あたりの知り人の家を訪ねました。この知り人というのも、その日暮らしの貧乏人なのでございますが、絹の一匹もやったからでございましょう。湯を沸かすやら、粥を煮るやら、いろいろ経営してくれたそうでございます。そこで娘もようやくほっと一息つくことができました。私もやっと安心したよ。青侍は帯に挟んでいた扇を抜いて、すだれの外の夕日を眺めながら、それを器用にパチつかせた。その夕日の中を、今しがた白鳥が5、6人、想像しく笑い興じながら通り過ぎたが、影はまだ往来に残っている。じゃあ、それでいよいよ、けりがついたというわけだね。ところが、沖縄王行に首を振って、
その知り人の家におりますと、急に往来の人通りが激しくなって、あれを見、あれを見、と、罵り合う声が聞こえます。何しろ、後ろ暗い体ですから、娘はまた胸を痛めました。あの物取りが仕返ししにでも来たものか、さもなければ、検非石の追っ手がかかりでもしたものか、そう思うともう、おちおち粥をすすってもおられませぬ。なるほど。そこで、戸の隙間からそっと外を覗いてみると、見物の男女の中を方面が五六人、それに角の長が一人ついて、物々しげに通りました。それからその連中に囲まれて、縄にかかった男が一人、ところどころ裂けた水管を着て、烏帽子もかぶらず、引かれてまいります。どうも物取りを捕らえて、これからその住処へ実録をしに行くところらしいのでございますな。しかも、その物取りというのが、ゆうべ五条の坂で言いよったあの男だそうじゃございませぬか。娘はそれを見ると、なぜか涙がこみ上げてきたそうでございます。これは当人が手前に話しました。何もその男に惚れていたのどうしたのというわけじゃないが、その縄目を受けた姿を見たら、急に自分がいじらしくなって、思わず泣いてしまったと、まあ、こういうのでございますがな。まことにその話を聞いたときには、手前もつくづくそう思いましたよ。なんとね。観音様へ願をかけるのも考えものだとな。だが、おじいさん、その女はそれからどうにかやっていけるようになったのだろう？どうにかどころか、今では何不自由ない身の上になっております。そのあやや絹を売ったのを元にいたしましてな。観音様もこれだけはご約束をお違いになりません。それなら、そのくらいな目にあっても結構じゃないか。外の日の光はいつの間にか黄色く夕づいた。その中を風だった竹やぶの音がかすかながらそここから聞こえてくる。往来の人通りもしばらくは途絶えたらしい。人を殺したって、物取りの女房になったって、する気でしたんでなければ仕方がないやね。青侍は扇を帯へ刺しながら立ち上がった。翁ももう日陰の水で泥にまみれた手を洗っている。二人ともどうやら暮れてゆく春の日と相手の心持ちとに物足りない何者かを感じてでもいるような様子である。とにかくその女は幸せ者だよ。ご冗談で。まったくさ、おじいさんもそう思うだろう。手前でございますか。手前ならそういう運はまっぴらでございますな。へえ、そうかね。私なら二つ返事で授けていただくかね。じゃあ、観音様をご信心なさいまし。そうそう。明日から私もおこもりでもしようよ。